よーし、鼻くそかっぽじってよーく聞いてくれ。限定ルミドラを出すために100連を回した結果、残り10連しか回せなくなったぜ。でもミカを出すためにこの作戦に乗ってくれるなら、命って名のガチャをかけてくれ。俺の運命力を見せてやるぜ。俺のターン、ドロー。はーパワー。おい、何やってんだミカ。出ちゃった。しかも10連で2枚抜き。明日死ぬのかな。どうもこんばんは、ゆちです。動画投稿が遅くなり大変申し訳ございません。いろんなことに手こずっていました。そして今日作るプラモンも相当手こずりました。今日作るのは5スターに出てくるナイト・オブ・ゴールド。黄金のモーターヘッド。年末にはふさわしい機体ってわけだな。ですが、いつも僕の動画をご視聴している皆様はロボットものが2連続も続いてちょっと心配ではありませんか？大丈夫です。このロボットの頭はあれだとかこれだとかちょっと下ネタな風のデザインらしいので、変態要素はそこから摂取するぜ。しかしいつもと違うことをやっているから雪降ったらごめんね。といつもならサクッと素組みを完成させるのですが、違います。違うんですよ。このキットは素組みからもう試練が始まっているんです。例えばこの足のパーツ、これサンドイッチ型なんですか？なんとはまらないんですよ。接着剤が必須ってわけですよ。しかもランナーの切り出しからも試練が始まっていて、普通にニッパーでパーツを切るだけではなく、さらにパーツを自分で小さくしろって書いてあるんですよね。まずガンプラや美少女を作っているとこんな表記って合わないですね。久しぶりにバンダイと寿屋に飼いならされているっていう実感が湧きましたね。今言った2点を気をつけながら慎重にフレームを組み上げていくんですが、このキットの尖った話はまだ終わらない。実はこのキットビースを使います。ビースは肩周りの渋みの調整と股関節周りの渋みの調整に使います。だが締めすぎるとパーツが破損するため、締めすぎには注意が必要っていうわけだぜ。しかも股関節で使うこのミニ四駆で使うゴムの輪っか、これを付け足すことにさらに渋みの調整が可能っていうわけになってるらしいです。本当に何から何まで珍しい作り方ですよね。そんなこんなで関節に接着剤が流れ込まないように慎重にフレームを組み上げます。そして内部フレームを作ったのがこんな感じ。このキット説明通りに作ったとしてもフレームだけを作るにしても相当な苦労がかかる。しかしそれに似合っただけにフレームだけでもかっこいいんですよね。そんなかっこいいフレームにこの装甲を取り付けていく。さすがは MG サイズだけあってパーツの量は半端ないな。ちなみに装甲周りもパーツはしっかりくっつかないので、できる場所はこの時ミスターセメント SP で合わせ目を消しておくといいでしょう。そして下処理をしながらアーマーを取り付けたのがこんな感じ。わかってます。わかってるんですよ。皆さんが言いたいことはわかってます。足がはまってないとかパーツが足りないとか、それよりもなんかジャックっぽいよって思ってませんか？そう。このプラモはバイクプラモと同様で接着剤で固定しないと素組みが完成しないんです。しかし接着剤で固定すると分解ができない。分解ができないということは塗装が大変。むしろ前作ったバングドールよりは原型とどめていませんか？いいじゃないですか、こんなんで素組み障害は。まあそんな癖の強いプラモデルだが、ガンプラにないオンリーワン造形。こいつが出来上がった暁には最高にかっこいいプラモデルの完成さ。だが作りにくい他にもう一つ問題がある。それが関節が動かねえ。この前作ったバングドールは絶望的に動かなかったが、今回はまあそれなりに動く。しかし理想の膝立ちポーズとかはできない。なので今日はこのナイト・オブ・ゴールドを動くナイト・オブ・ゴールドに改造していくぜ。では改造いくぜ。まずは腕から。少し変わった二重関節が動かしづらい原因になっているので、普通の二重関節にします。まず腕を分解してから中にある関節を程よくニッパーで切ります。そこによくミキシングで使って余っているガンダムフレームの腕を超音波カッターでいい感じにカットして接着できるようにします。いい感じにカットするとこのように綺麗にはまるようになるので、そこに接着。さらに肘から下の関節は元の軸を切り落とし、根元を平らにヤスリ掛けをし、このように交差させるようにガンダムフレームに接着させます。ここまでで関節自体は完成なのですが、少し関節が細すぎて見た目が悪い。そこで元のパーツの内面をスッキリさせ、関
関節に貼り付けディティールをアップさせます。さらに肘には綾月で使わなかったパーツを切り取り肘に貼り付けます。肘の表面にはプラ板を貼り付け程よくディティールアップします。細かい隙間なんかにはパテを埋めてこんな感じ。肘につけた装甲のおかげで変に曲がりすぎずいい感じの関節になるってわけだな。次に足は普通に曲げるとこれくらいの角度。これは個人的には不満だ。もっと曲げられるようにしていくぜ。改造内容は複雑なようでシンプル。まずは膝関節を分解したら関節の下の部分の軸を切り落としたらその部分の5ミリほど下に穴を開け切り落とした軸をがっちり接着。これだけで相当動けるようになるのだが、装甲を取り付けると装甲が邪魔をして全然動けない。そこで可動の邪魔になる装甲は片っ端から切り落とします。そうすることによりこのように可動の確保をすることができます。しかし装甲を切り落とした部分は少しスカスカになり悪目立ちします。そこでその周りにはナイト・オブ・ゴールドの余りのパーツを使いディティールアップをさせると同時に内部関節をマッシブにし装甲を削った部分を悪目立ちさせないようにします。ちなみに装甲の方はプラ板やパテを使って削った部分を整えておきます。これで見た目も可動もいい膝関節の完成ってわけだ。続いては足首。根元がボールジョイントなので少しは動くのだがまあ物足りないよね。そこで根元のジョイント部分を切り落としさらに内面もスッキリさせます。そこに女神デバイスのスサノオなどで使われるこの関節を埋め込みます。埋め込む時は分解してから接着し可動の確認が取れたら本体の足に接着させます。これでがっつり動く足首の完成ってわけだ。さらにガンプラなどでは当たり前なのだが足の付け根は回すことができない。そこで足の本体の付け根は電動リューターで大きな穴を開け余っている 3mm ポリキャップを埋め込みます。付け根の関節は四角くなっている部分を切り落とし内面に 3mm の穴を開けプラ棒を差し込みます。あとはプラ棒の長さを調整してあげれば足をひねることができます。続いて腰のスカート周り。スカートは割と関節が入っているので動くのだが装甲同士がぶつかり合ってしまうためしっかり動かすことができません。そこでぶつかってしまう部分をシャーペンでマーキングし超音波カッターなどで切り落とします。切り落とした部分はヤスリなどで形を整えていきます。これでスカートは割と動くようになるのだが動かしていると関節は割と取れてしまう。なので関節周りはプラ板で蓋をします。後ろのスカートは固定式なので動かせるように根元をまず切り落としガンプラの太ももの関節を移植します。装甲の方には穴を開け 3mm のプラ棒を取り付けます。これで後ろのスカートは稼働するってわけだぜ。最後に頭部の装飾。ポーズを取らせづらくならないようにビプラの手首の関節を仕込みます。やり方は簡単。リューターで装飾が入る穴を開け装飾を接着するだけ。まあ多少少し折れそうではあるけれどまあこれでいいだろう。ここからはディティールアップ。まずは追加モールド。モールドを追加させたい部分にシャーペンで印をつけそこにデザインナイフで軽く溝をつけたら 0.1mm のウェーブのタガネでモールドを彫ります。掘ったら一度ヤスリがけをしてから 0.2mm のタガネでより深く掘ります。ここでもしっかりヤスリがけをしてから仕上げに 0.3mm で軽くモールドを掘ります。モールドを掘ったら最後にしっかりとヤスリがけをして完成です。これをいろんな場所にやったら次にスピンブレードを使いパーツの一部分には丸いモールドを作ります。これも掘ったらしっかり最後はヤスリがけをしましょう。最後にマイナスモールド。しつこくない程度にマイナスモールドを貼り付けます。これで追加モールドは完成。モールドを追加したパーツとする前がこんな感じ。そして全体にモールドを追加したのがこんな感じ。100分の1。マスターグレードとほぼ同じ大きさ。ディティールアップで約1週間ぐらいもかかってしまったぜ。だがその分かっこよく仕上がっているはずなので塗装が楽しみですね。ここからは一度分解しパーツを一度洗浄してから持ち手棒に持たせよく乾燥させたら塗装いくぜ。まずはガイアマルチプライマーを全体に塗り塗装の食いつきを良くさせます。その上から内部フレームにはミスターフィニッシングサーフェイサーブラックを全体に塗ります。そこにパールカッパーで内部フレームを金色に染め上げます。その他の装甲パーツはまず赤いラインを塗るためにサーフェイサーパステルピンクを塗ります。ピンクを塗ったら次にパールプレミアムレッドを塗ります。よく乾燥させたらその上から純色マゼンタを塗り赤いラインを作ります。頭部の一部緑色の部分にはエメラルドグリーンを塗りその上に蛍光ブルーグリーンを塗ります。
そこに純色シアンを軽く塗ってからプリズムパステルミントブルーグリーンを塗っていきます。これで頭部の緑色は完成。よく乾燥したパーツたちをマスキングして、その上から再びサーフェイサーパステルピンクを全体に塗ります。その上から装甲には今度はパールゴールドを塗ります。この時下地をピンクにしたことにより赤みがかった金色に仕上がります。さらにマスキングをして、ここからスターブライトシャンパンゴールドとパールゴールドを混ぜ3段階に塗り分けをします。最後に刀の刀身にはミスターカラーのアルミで塗ります。これで大体のエアブラシによる塗装は終了。よく乾燥できたらマスキングを剥がしていきます。この剥がす時はだいぶドキドキするが綺麗に塗れてると気持ちいいな。ちなみにここからは接着剤でパーツを接着するので二度とフレーム状態を見ることができないため、ここで一度フレームだけの状態を撮影。まあこれはこれでかっこいい気はしますね。そして接着剤での作業は発火したりしない接着剤タミヤエポキシ接着剤を使います。2つの溶剤を混ぜパーツに塗り接着。この作業を取れやすいパーツ全てにやっていきます。目の瞳の中にはファレフォのブライトブロンスを塗り、目の周りはファレフォのメタリックブラックで塗り、目元を仕上げます。次に墨入れはタミヤ墨入れブラウンで全体に墨入れをします。はみ出してしまった部分はエナメル薄め液を綿棒につけ拭き取っていきましょう。墨入れが終わったら最後にトップコート。クリア5に対し艶消し1の割合で全体に塗ります。これで全ての作業は終了。これが今年最後の眠れない男ユチのプラモデルだ。今回のナイト・オブ・ゴールドはいかがだっただろうか。5スターのプラモデルって割と動かないイメージなので、できる限り今回は動くをテーマに作っていきました。ガンプラでは当たり前のことは当たり前じゃないっていうのが
こういうプラモデルを作ってると実感しますね。ガンプラなんて飽きたぜって思ったそこのデュエリスト翔くんは、このプラモデルを作って、いかに俺たちがバンダイに飼いならされていたか実感してほしいぜ。それでは今日の動画はこんな感じ。よかったらコメント欄でみんなの好きなモーターヘッドコメントしていってほしいぜ。ついでにチャンネル登録、グッドボタンよろしくな。今年ももうすぐ終わりだぜ。振り返れば、いろいろ作ったな。もう一人の僕、相棒。まだやり残したことがあるよね。わかっているぜ、相棒。封印されし、エクゾディア。とうとう両手足を完成させる時が来たね。ただただ先送りにしていただけなんだがな。さて、今年最後のデュエルを始めようぜ。それでは次回の動画でまた会おうぜ。またな。